皆さん、こんにちは。日本語学習チャンネル、ビューティフルフレンズの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。いよいよと言いますか、とうとうと言いますか、日本留学試験の結果が発表されたと思います。皆さん、いかがでしたでしょうか。引きこもごもだと思います。で、この次の日本留学試験、11月の試験ですが、それの出願の受付が確か2日後か3日後に、締め切りになると思いますので、その点数次第によって、もし受験するようでしたら、もうすぐにでも出願するようにしてください。頑張ってください。ということで、今回は日本留学試験の成績が出たということで、このタイミングでですね、2025年度入試、つまり今年の入試のスケジュールカレンダーをご紹介しながら少しですね、入試のアドバイスをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ただ、その入試カレンダーですが、もし皆さんがですね、スマホとか小さな画面で、ご覧になっているようでしたら、ちょっとですね、見づらいと思いますので、この動画のですね、コメント欄から入試カレンダーがダウンロードできるようになっていますので、そちらの方からダウンロードして、それを見ながらお話を聞いていただけたらと思います。で、さらにちょっとお断りなんですけれども、実は私ですね、勤務先が東京ということですので、主にですね、この入試カレンダー、関東圏の大学を中心に編集されています。他の地域も時期としては大体似たような時期に外国人入試が実施されると思うのですが、他の地域の大学をお受けになる方は参考程度にご覧いただけたらと思います。そこら辺どうぞご了承ください。ということでお話を始めていきたいと思います。まず最初の確認ですが、外国人留学生の大学入試は特別選抜入試で実施されます。これは他の動画でもお話ししている通り、日本人の特別選抜、学校推薦型選抜とかですね、いろいろあると思うんですが、これらと同じ枠内に私費外国人留学生特別選抜が用意されています。スケジュールのお話をした通りですね、この特別選抜入試というのは、だいたい9月から始まって12月で終わってしまう。年明けに日本人の一般入試っていうのが控えていて、年明けはバタバタして忙しくなってしまうっていう関係から、このようなスケジュールになってるんですが、こちらの方のカレンダーご紹介していく中でですね、そこら辺実感していただけるかと思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。では、早速ですが、まずは私立大学見ていきましょう。こちら。私立大学の9月のカレンダーです。ご覧ください。もう、いきなり早稲田大学の入試が入ってきています。お話忘れましたけども、これ、実はこのカレンダーに書いてあるこの大学名っていうのは、この日が試験の日だっていうふうに認識してください。この日が試験の日なんですね。ですので、こちら、9月の7日とか10日とか他の日とかですね、早稲田大学の名前が入っていますが、この日が早稲田大学の試験日になります。ということは、どういうことですか？9月のこの日にもう試験があるということはですね、出願、書類を提出するのはもっと前、7月、8月に出願しなければ受験できない、そんな早い入試になっています。で、9月のもう一つのポイントはですね、22日ですね。この日に早稲田大学と上智大学の入試が行われるんですね。これ、私が入試のですね、指導を始めたばかりの頃はですね、上智っていうのは年明けに行われるなんていうね、後々でもですね、しっかりと対策ができる大学入試だなんて考えてたんですけども、ここ最近になったらですね、この上智大学も出願制限を設けたりですね、非常に入りにくくなってたり、で、極めつけはこの9月にですね、実施されるなんていうのが、その難しさを表しているかと思います。ですのでですね、もう本当に9月から特別選抜入試は始まるんだっていうふうに考えておくようにしましょう。じゃあ次、10月ですね。10月になると、少し大学の名前が増えたという感じがします。こちら、大学の名前が並んでるんですが、12日、よく見ていただくと、青い字で大学の名前が書かれています。これはどういうことかと申しますと、一応ですね、この青い字で記した大学は、この日が2回目の試験日になるというふうな形で、青で色分けしています。ということは、すでにこちらの関東学園大学は、最初の募集が終わっているということを示しているんですね。
この後、青い字の大学の名前がいくつも出てきますが、この青い字っていうのは2回目以降の募集の入試日だっていうふうに覚えておいてください。で、次が11月になります。はい。11月になりますと、やはり大学の名前がたくさん並んでいます。これらの日がその大学の試験日になっています。くどいようですけれども、このような試験日で、試験を受けるということになると、出願、書類を提出するのはもっと前。これ11月の入試ですからね。9月とか10月に出願していなければ、この試験は受けられないという入試日になっています。で、ここでちょっとポイントを注目してほしいんですけれども、11月といえば日本留学試験ですね。はい。本年度は11月の10日に第2回日本留学試験が実施されることになっています。さすがにこの留学試験と同じ日に入試を行う大学っていうのは、関東地方にはないようですけれども、他、ざっと見ていくと、青い字で書かれた大学、先ほどお話しした2回目以降の募集の入試日っていうのが、いくつか見られるかなっていうところが今年の11月の予定になっています。で、次は12月ですね。12月の最大のポイントというのは、やはりですね、1日に実施される JLPT、日本語能力試験になると思います。ただ、これ、よく見てください。日本語能力試験と同じ日に入試を実施する大学があるんですね。この後国立大学のカレンダーもお見せしますが、実はこの日に東京外国語大学という国立大学の入試も行われるんですけれども、これを見てもわかる通りですね、大学進学を目指す方は、もう日本語能力試験は無視するようにしてください。もし日本語能力試験の合格にこだわって勉強してしまうと、肝心な大学進学の方が難しくなってしまいます。他の動画でもお話ししている通り、2匹のウサギを追いかけていくと、結局2匹とも捕まえられないなんてことになりますので、どちらか一つに絞って、それに全力を傾ける。これをしっかりとですね、認識しておいてください。で、12月、こういうふうに試験日があるんですけれども、12月の20日、この日に第2回日本留学試験の結果発表がされる予定になっています。ということは、どういうことですか？この12月20日に結果を見て、出願しようというふうに考えている留学生にとっては、はい、もうここまで見てきた通りですね、9月、10月、11月、そして12月に書いてあるこの大学には出願できないということになるんですね。で、先ほどもお話ししたですね、青い字で書かれている大学ですね。2回目以降の募集の入試日にあたる大学が、12月になると、そこそこ増えているんですけれども、12月、師走という形で、下旬あたりには、入試が行われないなんていうカレンダーになっています。いかがでしょうか？ここまでが年内の受験になります。で、はい、今度、1月ですね。1月は年明けということもあって、大学の入試日が少なくなっていますし、それ以上にですね、日本人の一般選抜が始まるということで、スケジュール的にはスカスカになっていますが、1月でもまだ黒字の大学があります。黒字の大学は最初の募集の最初の入試日ということを表していますけれども、こちらですね、よく見ると慶応大学なんてのがあるんですね。この慶応大学ですけれども、実はですね、1月に試験が行われますが、出願は9月といった具合に非常に早い出願の締め切りとなっています。ここら辺ぜひ注意してください。また、有名大学では中央大学が、1月に試験があるんですけれども、これもですね、年内に出願が終わってしまいますので、第2回日本留学試験、つまり11月の留学試験の結果を見てから判断しようなんて構えていると、結局出願すらできずに受験すらできないという結果になってしまいます。そこら辺注意してください。慶応と中央大学の他にもですね、黒字の大学がいくつかあるんですが、この黒字はですね、1回目ということで黒字になっていますけれども、1回目とかいう以前にですね、1回しか募集しない入試が、その日だっていう大学がほとんどですので、これも出願の時期をしっかりと確認しないと、合格不合格以前に受験すらできないということになってしまいますので、注意してください。
そしてですね、1月の最後の方になりますと、また青い字の大学が増えてきますが、年内の青い字と違って少し細い字で大学の名前を載せています。で、この青い細字の大学というのは、次のこちら、2月になると一気に増えてきます。これはどういうことかお話しいたします。他の動画でもお話ししていますが、基本2回以上募集をかける大学の特別選抜入試では、1回目の募集の入試が本命となります。1回目の募集の入試で学生を集めようというふうにしてくるんですね。ところがですね、例えば1回目の入試で10人が合格しました。ところが実際に合格した10人のうち8人しか入学手続きを取らなかった。なんていうことになると、2人が入学辞退したことになるんですね。つまり10人合格させたのに8人しか入ってこなかった。2人欠員が出てしまった。その2人の欠員を埋めるために2回目の募集、3回目の募集を行う。それが大学の特別選抜の台所事情なんですね。特に外国人留学生の特別選抜の場合、2期募集、3期募集になると、もうあからさまに欠員募集といった性質が強くなってしまいます。ということは、どういうことでしょう。たとえたくさんの外国人留学生を合格させるような大学でも、最初の入試で大勢の留学生を合格させて、で、入学辞退者、欠員が出てきた場合の欠員の補充に充てるのが2回目、3回目の募集ということになりますので、2回目以降の募集の入試は合格者が非常に少なくなってしまう。これが外国人入試の現状です。ですので、2期募集、3期募集、後期日程とか呼び方はいろいろあるんですけれども、2回目以降の募集、特に、青い細字で書かれた大学では、欠員募集の性質が強くなってしまい、非常に狭き門となってしまうんだ。ということを認識しておいてください。そう。その欠員募集っていうことの表れがですね、このカレンダーよく見てください。9月から12月までの、入試日程と比べてみると、明らかに平日の入試日が増えてますね。特に2月の下旬中旬あたりになると、平日でも普通に入試が行われてるんですね。それに対して9月から12月までのカレンダー、入試って言ったらほとんどが土日が中心でした。土曜日曜日に入試を行ってたのが、このようにですね、平日にも行うようになっていく。これが欠員募集といった、性質の表れの一つだというふうに考えることもできると思います。で、こちら、3月になりますと、3月といえどもですね、まだ青い細字の大学の名前が書かれている通り、いくつか大学の入試日は残ってるんですが、もう3月といえばですね、卒業式の時期ですね。日本語学校とかに通っているような留学生でもですね、卒業式、下手すれば3月の最初の方に卒業式をするような学校もありますので、もう3月といったら次の年度の準備に入る時期となって、もう慌ただしい時期になっています。特に留学生の場合、在留資格ですね。ビザとか在留資格の関係もあることから、3月までギリギリまでこうやって入試を行うっていう大学もあるんですけれども、ここまで至ってしまうと、大学入試はもう終わってしまっているというふうに考えた方がいいでしょう。いかがでしょうか。最初に申し上げた通り、外国人留学生の特別選抜は、日本人の特別選抜と同じく、12月いっぱい、年内で終わってしまいます。確かにこのカレンダーを見てもですね、1月、2月、3月にそこそこ募集はあるんですけれども、2回、3回と募集をかける大学では、一番最初の入試が一番入りやすいというふうに考えておいてください。合格する人数が多いということもありますが、それ以上にですね、やはりのんびり構えてしまう留学生ってのがたくさんいてですね、2回目の日本留学試験、つまり11月の留学試験を受けて、その結果を見てから進学する大学を決めようなんて考えている留学生が本当に大勢いらっしゃいます。そんな留学生が11月の結果を12月20日に見て、で、それから大学を探そうとしたとき、ほとんどの大学は入試が終わっているんですね。
その状況から出願する大学っていうのが限られてしまい、しかもその出願できる大学というのはほとんどが2回目以降の募集に当たるため、合格する人数が非常に少ないものになっています。その非常に少ない合格枠、座席をめぐって激しい争いが起きる。これが年明け以降の外国人入試です。そのような状況を揶揄してですね、私はこの時期の入試をタイタニック入試なんて呼んでるんですね。他の動画でもお話しした通りでですね、私が本格的にね、外国人の進学指導を始めたっていうのはもう20年以上前のお話なんですね。で、ちょうどその頃ですね、タイタニックっていう映画が流行ってたんですね。そのタイタニックっていう映画、ご覧になった方はご存知かと思うんですけれども、実はそのタイタニックっていう豪華客船があるんですが、その豪華客船が氷山にぶつかって、沈没するって話になるんですね。ところが沈没するぞって言った時に、その船から脱出するための救命ボートが全員分ないんだっていうお話なんですね。事実かどうかわかんないですけど、映画ではそういう設定なんですね。ですので、その乗っている人たち全員助かるわけではなくて、一部の人しかその救命ボートには乗れないんだ。そんな話で映画が展開していくんですけれども、最初のうちはですね、悠々とですね、救命ボートにお客さんが乗ってゆっくり脱出していくんですが、それがだんだんと時間を追うごとにですね、お客さんたちも焦ったりですね、救命ボートが足りないということに気づいたりですね、してパニックになっていくんですね。その様子がこの外国人入試でも起きるんですね。9月、10月、11月、12月の入試っていうのは本当に難しいことは難しいんですけれども、年明けの入試に比べたら本当に入りやすい入試になってるんですね。ですので、とにかく年内に合格を決めて、で、その合格を決めて、年明け卒業まで目指そうっていうのが一番の理想だと思います。ですので私は皮肉の意味を込めてタイタニック入試だなんて言ってますけれどもですね、ぜひ皆さんはですね、悲しい最後を迎えるのではなく、年内に合格を決めるんだっていう意思でですね、ぜひ志望校を考え出願してみてください。なんてお話をするとですね、いや、私は国公立大学志望だから全然問題ないんだなんて言い出す留学生もいるかと思いますが、はい、じゃあ今度はこちら。国立大学のカレンダーを少しお話ししたいと思います。まず9月ですが、はい、入試ありません。はい、以上。はい、次、10月ですね。10月になると、ポツ入試があります。以上。で、はい、その次、11月ですね。はい、11月にもいくつか、入試があるんですけれども、30日は東京外国語大学なんてありますが、こんな感じで国立大学です。で、はい、次。はい、12月。はい、先ほどちらっと出てきましたけれども、1日はですね、JLPT の日にですね、この東京外国語大学なんていう大学が入試を実施しています。で、年明けになると、こんな感じでポツポツとありますね。で、2月。はい。ね、2月の25日、26日あたりに、国公立大学の入試日がドカーッとこう集中していますけれども、で、次、3月ですね。はい、ポツポツとあります。で、こんな風にですね、国公立大学は確かに年明け、特に2月に入試、特に2月下旬に入試が集中していたりするんですけれども、今ご覧いただいた通りですね、まず国公立大学は全体数が少ないです。で、しかも合格できる人数も少ないです。合格できる人数が少なくて、なおかつこれだけの数しかない。しかもですね、出願条件とか見ればわかると思うんですが、非常に難易度が高いんですね。ですので、2月の国公立大学の入試目指して頑張るぞといった時にはですね、ぜひですね、自分を過信したりとか、夢とか見たりしないでですね、まずはどっか私立大学を一つ合格しておいて、で、次の年のビザの心配をなくしてから国公立大学にチャレンジする。そんな意識でいる方がいいと思います。というのも、今回ですね、6月の留学試験の結果発表があって、お手元にその結果が出てると思うんですが、6月の留学試験の日本語のスコアで300点超えられなかった留学生が、11月の留学試験で一発逆転を狙って国立大学に合格するというのは非常に難しいです。最初にも言った通り外国人入試というのは特別選抜で絶対評価で判定しますが、
どんなに優秀だと言われててもですね、その絶対評価してもらう前にですね、相対評価、つまり留学試験の成績とか英語の外部試験の成績とかですでに足切りというのが行われて、不合格になってしまうんですね。ですので、絶対評価といえこの成績っていうのは特に国公立大学では非常に重要になってきます。ですので今回の試験結果で、300超えられなかったって言った場合は、国立大学目指すのは全然いいことだと思いますけれども、まずはですね、私立大学、要は2025年度来年度のビザ、進路の心配をしながらですね、慎重に予定を、勉強を進めていくとお勧めしたいと思います。という具合に、ですね、2025年度のカレンダーを紹介してきたんですが、いかがだったでしょうかですね。結構知らない方が多くてですね、日本留学試験2回あるんだったら、2回目の方頑張ればいいやなんて考えちゃって、ゆっくり構えてしまう留学生、たくさんいらっしゃるんですけれども、もう一度言います。外国人留学生の大学入試は特別選抜で実施されるので、特別選抜は9月から12月に実施されるのがほとんどだという認識でいてください。ですので、もうこの夏休み期間からですね、もう早速大学探し、情報集めに走って、もう志望大学を決めてってですね、9月、ね、さっき9月のカレンダーに書いてあった大学なんてのはもう7月、8月に出さなきゃ間に合わないんですけれども、もう早め早めに行動して、出願をして、それと同時にですね、一生懸命勉強して、入試を受けて、で、合格して、次の進路へと進んでいくように、するようにしていってください。ということで、今回はですね、来年度の入試のカレンダーをもとにですね、いつ頃どんな大学の試験があるのかっていうのをご紹介いたしました。ただそのコメント欄にも書いたんですけども、実はですね、これ、動画を撮った、今日の時点での、大学のね、入試カレンダーなんですね。というのも、まだですね、募集要項が発表されてないっていう大学がいくつかありますので、そこら辺もですね、全部できった時点でもう一度このカレンダー編集してですね、こちらのチャンネルの方にアップしますので、ぜひご利用いただけたらと思います。またこれそのコメント欄からダウンロードでこの入試カレンダーっていうのはもう自由ですので、ガンガンもうダウンロードしてですね、いろんな人に紹介してあげてください。もうその方がですね、こっちも嬉しいですので、別にね、お金をよこせとかそんなのありませんので、とにかくいろんな人に拡散紹介していただけたらと思っていますので、ぜひですね、じゃんじゃん使ってみてください。よろしいでしょうか。ということで、今回の動画はこれくらいにしたいと思います。どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録をして、次の動画のアップまでお待ちください。